この動画は、ウプ主が、今話しても全く周りに知ってる人がいない。ついちょっと前までやってたのに知名度が足らなくて全然周りに知ってる人がいない。知ってる人はいるけど作風的に喋りづらい。そんなアニメをひたすら押していく動画です。そんな動画にようこそ。日々膨大な数のアニメが春夏秋冬消費される中、当時話題になったあの作品も、気づけば覚えている人を探すばかり。覚えていますか？そんなゆっくりレ夢ムのアニメ推し語り、始まり。今回の作品は、光と闇、宿命のせめぎ合い、炎の刻印は、2014年から15年にテレビ放送された、ニコニコでも配信されている、全24話の秋アニメだよ。つい最近の作品なので、もしかしたらこの動画を見ている人にも、見たことある人はいるかな？いてほしいな。だってウプ主の周り、リアルタイムで見てた人がいなかったんだもん。それはさておき話を続けよう。人によっては、このアニメのキービジュを見て見覚えがあるかもしれないね。炎の刻印には、キャラデザ協力として、シャーマンキングで有名な、武井宏之先生がスタッフに加わっているよ。だから全体的に、すっきりした無駄のないデフォルメ的な絵柄なので、もしかしたら絵柄で見ていない人もいるんじゃなかろうか。とんでもない、これは大人向けアニメだよ。きっと絵柄で物を感情しちゃいけないと教えてくれるよ。何せこのアニメ、2014年秋2015年冬の中では、追っていた人たちから、今期のダークホース、とまで称されるほど完成度の高いアニメなので、ぜひともこの動画で興味を持ってくれたら嬉しいな。舞台は、中世暗黒期をモチーフとした、剣と魔導の世界、ある時ブアリアンテという王国で、王の側近による大規模な魔女狩りが行われた。しかし、その魔女狩りによって殺された人々は、世の陰で人々を代々守ってきた魔界騎士、魔界法師、と呼ばれる人間たち。その中で、また一人の魔界法師の女が家系に処されようとしていた。身ごもっていた女は家系の炎の中で、一人の赤ん坊を産み落とす。それこそ、魔界騎士の中で最強とされる黄金鎧の騎士、を継ぐ者。赤ん坊は、魔界騎士の父親によって救出され、17歳の少年レオンヘと成長した。一方時が流れ、もはや側近が支配する王国では王妃と王子が危機に陥る。城を追われることとなった王子アルフォンソは、民のため、国を取り戻すため、身を隠しながら、伝説の救世主、光の騎士、を探す旅に出る。レオンは真にガロを告げるのか、アルフォンソは、光の騎士、を見出せるのか。ちょっとあらすじが長くなっちゃったね。今言った通り、この、炎の刻印、はメイン主人公レオンのストーリーと、サブ主人公アルフォンソのストーリーが中心になって進んでいく物語だよ。レオンは、あらすじであった通り非常に過酷な出生の持ち主、魔女狩りで母を亡くし、父親の手で戦士として、騎士として育てられた彼は、人を守る魔界騎士としての職務は果たしながらも、心の奥では、魔女狩りによって母を殺したまだ見ぬ相手に対して、強い憎しみがあり、復讐心を燃やす影のある人物像だよ。対してアルフォンソは、レオンより少し年上の20歳、王族という非常に安定した環境で育ち、周りから愛情深く育てられたであろう。世事に疎く、人を全く疑わない育ちの良さ特有の前世と、一方で王子という、人の上に立つ生まれから培われたであろう。ある種達観とも言えるくらいの、強い意志と責任感を持っている、不安定なところがあるレオンとは全く対照的な人物像になっているよ。さて、今回の炎の刻印では、ストーリーが非常に濃密なので、ぶっちゃけ下手に話せないの。だって小林靖子先生脚本だもん。なので今回は、キャラや作画についての話を主にするつもりなんだけど、その前に、このガロという世界観について説明しよう。太古の時代から、人類は世の中の闇に潜む邪悪な魔物、魔界から人間世界へやってくるホラーに苦しめられてきた。
ホラーは因果と呼ばれる負の感情、それの宿ったものをゲートとして現れ、人間に憑依し、その人間になりすまして別の人間を食らう。ホラーに疲れた魂は、ホラーが倒されるまで地獄の苦しみを味わう。そんなホラーに立ち向かうのが、魔界騎士、魔界法師と呼ばれる人間たち。最初は魔界法師が法術を駆使してホラーを封印したりしていたんだけど、強大なホラーになってくれば法師でも力が足りない。そこで法師たちは、ホラーが嫌う物質を加工したものを、さらに分析することで、ソウルメタルという金属を製造。これより、ホラー特攻効果のあるソウルメタルセーブ具を装備して戦う。直接的戦闘に特化した男の戦士たち、魔界騎士が誕生した。そして人類の歴史の陰で長い永遠の戦いを繰り広げている彼らの物語が、現代日本もしくは未来都市を舞台に書かれるのが、原点であるガロシリーズになっているよ。対して、アニメーション作品として作られた、炎の刻印、ノンスタントによるハイクオリティな実写映像である原点の対象。アニメーションでしかできないものをやろう、という意気込みから、実写映像ではなかなか難しい、中世ヨーロッパ風世界観を元にした、ゴシックホラーテイストのダークファンタジーに一新。もちろん原作者の雨宮監督からの別物でいい、という OK 付き。まさしく、ここでしか見られない新たなガロの世界となったわけだ。前述したソウルメタル製の武具というのが、作中で剣や鎧として出てくるもの。加工されたソウルメタルの問題上、女性が触るとしめやかに爆発飛散するので、男にしか扱えない上、ソウルメタルを扱えるよう訓練しなければいけない。なので魔界騎士は、一子相伝の血統による世襲か養子、弟子によって、それぞれ鎧と称号を継がせ、鎧を扱える魔界騎士を絶やさないようにする。系譜がいくつも存在するんだ。ただ、後継者が指名されないまま先代が死亡してしまうと、空位の系譜になってしまい、最悪そのまま断絶してしまうこともある。ソウルメタルは貴重な資源、それで作られた鎧も貴重なもの。断絶してしまうということは、ホラーと戦える人間が減るということだから、死活問題だね。でも、鎧も万能の武具ではない。ソウルメタルを作るにはホラーの死骸を使っているので、99.9 秒以上着用すると、鎧に魂が食われてホラーになってしまう。炎の刻印の中でも、ちゃんと 99.9 秒の範囲で鎧による戦闘を行っているようだよ。そうなるまでには、殲滅、という一時的な暴走状態に陥るのだが、外部から鎧を強制解除させるのが通常の対処法。しかし、これにあるノウハウが加わると、闇に落ちた魔界騎士、暗黒騎士、となってしまう場合がある。俗に言う闇落ちというよりは、自分からなる悪落ちの方が当てはまるかな。でも、炎の刻印、に限ってはそうとは限らないので、暗黒騎士がいるとだけ覚えておけばいいよ。鎧は基本的に狼面の全身鎧なんだけど、様々な色や形のバリエーションがあって、それが騎士の役職や異界の象徴になってたりして、色々あるよ。例えば、炎の刻印、にも出るのが、主役の黄金騎士、ガロ。ガロは魔界騎士の最高位の称号、専用の装備や特権が認められていて、審議体ともに優秀な騎士が、かつてのガロである英霊たちに認められなければ、名乗ることが許されない、特別視される唯一無二の存在。序盤のレオンは、鎧と剣こそついでいるものの級を要する事態により、ガロとしてはまだ不完全な状態からスタートするよ。炎の刻印のレオン側のストーリーは、レオンの魔界騎士としての成長と、一人の人間としての成長が描かれていくことになるよ。さて、では魔界法師の方は一体どうやって戦ってるのかというと、いわゆる RPG での僧侶や魔法使いのようなもの、装備開発、修理や結界を張る、負傷者の治療などがメインで、戦う手段はあるけど、実戦では裏方に回ることが多いよ。ただ何人かは例外がいて、魔界法師でも騎士並みに肉弾戦する人もいる。炎の刻印に出てくる、エマさんもその一人、というかあまりにも安定して強いので、雨宮監督から、ちょっとエマ強すぎない、と言われるほどの強者、魔界法師の持つ武器もいろんなものがあるけど、エマさんの使うのは糸車っぽい暗器から出すワイヤー、さながら雲男のようにワイヤーで軽々戦闘し、体術もお手の物、しかも結界や追跡の魔道具も扱えるという、まさに好きなしの女傑。彼女は庭から出てくるけど、彼女も彼女で事情があって、途中までレオンたちとは別行動しているよ。劇中では魔界騎士や魔界法師らをまとめて、守りし者
と呼ぶけど、その職務を抜かせば皆至って普通の人間、むしろ軽薄なくらいなのが、レオンの父親、ヘルマンである。いい歳なのに、旅で町に泊まれば必ず召喚が酔いをして、その贈り物などで有り金を使ってしまうありさま。財布の紐はレオンが管理しているため、ある意味、レオンの真面目な性格を育てるのに一役買っているが、ちょっと反面教師として聞きすぎている部分もある。しかし、魔界騎士としては腕は確かな実力者。素手での格闘も何のその、高い運動能力があるから、装備がゼロでも全く問題にはならないのだ。鎧の称号は絶縁騎士ゾロ、探検二刀流スタイルだよ。猪突猛進、猛攻型のレオンとは違い、鎧のギミックをふんだんに使用する凝った戦い方をするぞ。ここまで語ってきたのは、人類を守る光の側のキャラクター。しかし、炎の刻印の魅力は光だけではとどまらないぞ。この作品は、強くてかっこいいヒーローはもちろん見られるが、むしろ悪役が好きな人こそ進めたい作品だ。ウプ主、どっちかというとヒーローよりも、ヴィランズキャラを好きになる方なんだけど、みんなはアニメ漫画小説ゲームなどに触れているとき、こういうキャラに遭遇したことはないかい？すごい巨悪に書かれていたけど、回想でかわいそうなこと判明。環境によって結果的に悪人になったから仕方ないね敵キャラ。それまでいかにも悪人っぽかったのにヒーロー側の説得であっさり怪獣。絶対悪キャラと思ってたのに意外と意志薄弱だったキャラ。こういう事情があったので仕方なく、やっていたと熱く語る、自己正当化の説明がどうにも説明的すぎるキャラ。うるせえ、悪なら悪で堂々としろこら。悪なら悪人らしくがっつり染まっててくれよ。そんなことを思っていた悪キャラ大好きウプ主も、炎の刻印にはにっこり、安心してください。この作品の悪役は、がっつり貫いてます。下手するとウプ主は闇側陣営の方が好きかもしれない。そんなレオンたちの敵である、闇側のキャラを紹介していくよ。まず第一人者としてはやっぱりこの人。第1話から出演、ブアリアンテ王国の側近、最小面倒さ、あらすじ説明でピンときた人はいるでしょう。そうです、この人がボスです。なんか格好から魔法使えそう、と思った人、そうです、砲術使えます。過去にとても色々あった諸事情により、ものすごく守りし者を根絶やしにしたい、くっそ強い元魔界法師だよ。レオンが生まれる前から王様に取り入って、最終的に最小の地位まで上り詰めた人物だよ。やっぱりこいつにも階層あるんじゃねえか。安心してくれ、もともと下道だったのがさらに下道の極みに上書きされるだけだ。何がすごいってこの人、とにかく悪役としての完成度が高い。まずは悪役の基本的なところから、面倒さ様はびっくりするほど倫理観がないので、平気で人殺しができるどころか、自分の目的のためなら、装置稼働の動力に大量の人間の血を使うなんてこともできるよ。あと面倒さ様含め闇陣営は3人しかいないんだけど、そんな数少ない貴重な味方の一人を、相手に攻撃させないために、自分の盾にすることも平気でやっちゃう人だし、遊んでる時はともかく、本気で戦う時には、主役がわざわざ鎧を着る暇だって与えないくらい容赦ないよ。それと精神攻撃は基本だよ。1話の時点で、すでに軽く100人は魔女狩りによって殺している。これのせいで、炎の刻印、世界では、魔界法師、魔界騎士が非常に人手不足になっているよ。大物のホラーを呼び出すための準備なんて1話以前からずっとこっそりやってるし、その大物が倒されても余裕で次の大物を呼び出すだけだよ。よくボスキャラって、もはや私の計画は止められない、的セリフをよく言うけど、実際面倒さ様のホラー計画、大体止められずに呼び出されちゃってるので、まさに有言実行、ボスキャラの鏡やでさっき闇陣営は3人しかいないって言ったけど、そのうち1人は非戦闘要員だから実質2人だし、
計画とか全部考えてメインで実行してるのこの人だし、そもそも最小になるまでずっと一人でやってたわけだし、もともと元老院付き魔界法師っていうめっちゃよりすぐりのエリートだし、有能。しかも口述する劇場版では、使ってた魔道具が乱用されて大変なことに、すべての元凶、劇場版まで影響を引きずるって素敵。そんなわけで、メンドーサ様は悪役好きな人にはおすすめのキャラだよ。実際メンドーサ、その活躍からガロシリーズのボス史上、マジで歴代屈指に強いらしいからヤバい級なのだ。ちなみに主人公のレオンはガロ史上、最も悲惨な出生、かつ最弱のガロ、らしいよ。何せこのアニメがレオンの成長物語なので仕方ないと思うけどね。でも最強候補ラスボスに最弱主人公が挑むって、ロマンだよね。お次は、暗黒騎士、ベルナルド。もともとはヘルマンと同世代の魔界騎士だったんだけど、諸事情あって暗黒騎士に落ちちゃったよ。それまでのガロシリーズとは、ちょっと変わった落ち方かな。鎧の名は暗黒騎士ゼクス。いかにも悪役、という黒い鎧のフォルムが実にかっこいい。実力はヘルマンとほぼ互角くらいだけど、暗黒騎士となったことで、力を出し惜しみする躊躇がなく、ちょっと戦闘狂気味、面倒さの言うことも聞いてるんだかいないんだか。そして何より元同僚のヘルマンが大好き。あと笑顔が可愛い。内情がネタバレすぎるのであまりプレゼンができないけど、自分の欲望に忠実な悪役が好きな人におすすめなキャラだよ。最後に、プアリアンテ王国自助長、オクタビア、個人的に一番好きかもしれない。非常に侮れないキャラだよ。平民の身から、王国の自助長にまでのし上がった野心家で、常に表情を乱さず、粛々と業務に取り掛かるクールな現実主義者。しかし面倒さにベタ惚れしており、彼の悪事に加担している。面倒さだけに見せる豊かな表情が可愛い。前二人は魔界法師と魔界騎士だったけど、この人は至って普通の一般人で、戦うことはできないよ。でも、このガロという世界観の中じゃ、普通無力なだけの一般人という立場は、盤面をひっくり返しかねない働きを持っているんだ。魔界騎士には、いくつかの掟がある。一つ、魔界騎士同士で争ってはならない。二つ、ホラーの返り血を浴びた人間は切らなければならない。そして三つ、魔界の側に立つ者の大原則、人間社会の問題に干渉してはならない。彼らはあくまでもホラーから人間を守るための存在なので、ホラー相手以外にはその力を振るってはならない。相手がどんな悪党だろうと手を挙げることはできず、ホラーに襲われているなら助けなければならない。つまり、ガロ世界の中で一般人、とは、血でも浴びないかホラーにならないうちは、闇の側に行かれてしまうとほとんど手出しができない存在になる。そしてただの普通の人間でしかないので、守りし者は行動を起こされない限り闇側と断定ができない。オクタビアは、まさにこの闇陣営の中では、全く表舞台には上がらず、存在すら認知されない、伏兵、という唯一無二の役割を持っているよ。しかも本人は面倒さに自分の意思でベタ惚れしているため、面倒さの盾になるために魔界騎士の攻撃は即決でかばうし、面倒さの不利になるような行動は一切せず、そうなりそうになれば挽回する。徹底した中心ぶりでサポート。そしてなおかつ、本当に面倒さが不利になった時は、自分から戦闘要員を志願して壁になる。オクタビアのすごいところは、競技味方キャラの主従関係でもなかなか見ない。自分の命に変えてでも、絶対に主人を守る、行動力を持ち、たとえ主人から捨て駒として利用されても本望だ、と言い切れる、尋常ではない忠誠を保った部下キャラだというところ、普通的キャラの部下って、ちょっと理性的で頭が切れると、自分の不利を悟って主を見捨てるって展開がよくあるけど、オクタビアの場合、場面に対する適応力を発揮できる理性を保ちながら、同時に面倒さへの絶対的な忠誠が同居しているので、怖い？ものすごく怖い？実際いたら敵に回したくない。明らかに打算から利用されていると分かっていてもなおついていく。鉄の意志で悪役の側につく。そんなキャラが好きな人におすすめだよ。キャラに対する熱い推しが大体発散されたから、じゃあ作画についてでも話すか。
炎の刻印は、やっぱり初めてのアニメ化作品なせいか、基本的に作画が日常シーンでも戦闘シーンでもほぼ崩れなくて、全体的なアニメーションが、とっても気合の入ってる作品なんだ。中でも気合が入ってるのが、業界からも気合入れすぎと評判の1期オープニング。最初から最後までカメラ固定のアングルに、驚異の止め一切なし、の常に流れ続けるノンストップアニメーション。一体あれ何枚描いたんですか林監督。そしてなんといっても、圧巻の戦闘シーンですよ。グリングリン動くカメラワークに、激しく動き飛び回る魔界騎士、また動きの素早いホラー相手だと、そいつがバンバン動いて、恐ろしいくらい躍動感に満ち溢れてて、かっこいいんだよ。それでこの画像みたいな一瞬の止めカットがあったりしてかっこいいし、くそ。とても静止画じゃのかっこよさが表現できねえ。あ、鎧は見ての通り 3D 表現になってるよ。特撮ではできない演出として挙げられるのが、アニメガロ特有の鎧の口が動く。実際のアクターではできない、二次元ならではの方向が、またテンションを上げてくるぜ。ガロは元からノンスタントの激しいアクションが売りだったけど、もちろんアニメにも受け継がれて、しかもさらにオーバーになってるくらい、何せ、これ劇場版と言いたくなるような空中戦とか、瞬きするのも忘れるくらいの、アニメーションによる鎧なしの戦闘とかあるもんね。まさにビバ、アニメーション、刮目してみてくれよな。ちなみにその後本当に出た劇場版、ガロ、ディバインフレーム、アクション面が、良い意味で悪化しています。劇場版クオリティのアニメが実際劇場版になったらどうなるかを、追いつかない動体視力で思い知らされました。目まぐるしく状況が変化する戦闘シーンに、ウプ主は気づいたら、キャラを目で追って首が勝手に動いてたよ。劇場版では、この、炎の刻印、から4年後のレオンたちが見られるよ。炎の刻印の時点でも、ここからガロを知る人に向けて世界観説明があるけど、もちろんこのディバインフレームの方でもちゃんと世界観説明があるから、初めての人にも勧められます。でもアニメを先に見ていたら、となる演出もあるので、ぜひアニメを見たら劇場版も見てくれよな。あと一つ、やっぱりちょっとだけストーリーについて、この炎の刻印は、全体的には比較的王道を行くわかりやすい話なんだけど、かといって完全に予想はできない、ストーリーになっているよ。全体的には王道、しかしきっとこうなるんだろう、と思っていると、途端にあれという意味で邪道になって裏切られる。ウプ主色々見ながらこうなるんじゃないかとか考えてたけど、面白いくらい外れました。安子さんに読まれてやがる。まだ見てない人は幸運だ。だって1話から24話まで、あの展開この展開に一喜一憂することができるんだから。炎の刻印はアニメ作品ではあるんだけど、話のテイストとしては、元の作品が実写なせいか題材のせいか、人の感情を利用するホラーとそれに惑う人間、抗う人間を描いてるので、人間ドラマの面が強く、話の内容もビターテイストなのよね。それにキャラの描写は、物語に必要最低限の範囲にとどまってて、全体的に箸休め会、はあれど無駄な話、はほとんどない。がっつり物語とキャラにはまり込みたい、そんな人にもおすすめできるよ。ちょっとだけ CV の話にそれるんだけど、炎の刻印って割と洋画吹き替えとかよくやる人が多いのよね。レオン役並川さん、ヘルマン役堀内さん、エマ役パクさん、極めつけが闇陣営で、面倒さ役がなんと橋さん、スネイプ先生の吹き替えで有名だね。中身はむしろブオルデモートだけどね。ベルナルド役は谷中さんとこれまたフル株。オクタビア役の土井さんに至ってはテレビアニメの方が少ないからね。あ、ちなみにモブのこの子はハーマイオニーの声の人だよ。あ、そうだ。一応補足しとくか。ちなみに、炎の刻印の後、アニメ化第2弾として、ガロブレンの月という作品があるんだけど、悪いことは言わない。ここで、炎の刻印に興味を持って、なおかつこのグレンの月もなんか見たら気になるなぁという人は、炎の刻印関連だけ見るか、さもなくば、グレンの月を先に見て、その後、炎の刻印を見るのをおすすめするよ。それはなんでかというとね、炎の刻印があまりにも完成度が高すぎるからなんだ。その後で見るグレンの月は、それはもう言葉で表すなら、高く上がりきったハードルを飛び越えてくれるかと期待して見てたら、途中までは桁をしながらもジャンプしていたのだが、
最終的にハードルを普通にジャンプせず潜ってゴールしやがった。アニメからガロ知ったウプ主としては、ほんとこんな説明しなくちゃいけないのが心苦しいんだけど、グレンの月はアニメらしい非現実世界として、平安時代を舞台にチョイスしたアニメガロで、貴族社会の闇とかそれに苦しむ平民の闇とか、こんな盛り上がりそうな素材ばっかりで絶対面白いだろと思ってたんだよ。しかし実際蓋を開けるとなんとも言い難く、総合的に凡作なんだよな。ネタにもできない微妙な出来。まず主人公が割と欠点がないので、好感はあるが感情移入しまくるタイプではない。これはいい。音もキャラが実質探知くらいしか役に立たない。まあこれも置いておく。でもパーティーで一番レベル高そうな奉仕が年若すぎて色々面倒だったり、ずっとラスボス感を出していた貴族が割とそうでもなかったり、後から出るライバルキャラはやたら不憫なだけで空気気味だし、実際のボスキャラは毎回大げさに出てきておいてものすごくあっさり倒されたりとか、はっきり言っちゃえばシナリオがカタルシスなくてどう受け止めればいいのか、なんだろう、ヒーローものダークファンタジー平安大河風味ラブコメを添えて、ぶっちゃけ言っちゃうと、舞台設定以外の要素において、これアニガロじゃなくてもいいのではという部分が全編通して拭えない。しかも肝心の1から3話が最もクオリティが低く、そこから尻上がりのスロースターター、炎の刻印がなければ多分実現しなかっただろう作品なんだけど、本当に炎の刻印見てなかったら最初のあたりで切ってた。本当に、作画も乱れ気味だしね。まあ OP からしてあまり予算ありそうに見えないし、っていうかこれのボスを見ると、むしろ面倒さは何だったのか、と、面倒さ配置された炎の刻印、世界、ベリーハードモードすぎるでしょ。ちょっと前作のボスが格式高すぎたのが敗因かもしれない。あと何が辛いって、多分これアニメ化作品の方は過去あったかもしれないパラレル、みたいな扱いで2作品が並行していくような世界観にしたかったのかもしれないけど、炎の刻印、とちょくちょく声優被らせるの本当にやめて欲しかった。キャラのポジションも大体が被っているという地獄。見る前は面白いやん。と思ってたけど、実際問題、これが良い印象になるのは本編がクオリティ高い場合だけだった。むしろ、これは炎の刻印とは別物なんだ。と思ってみたいのに、キャラの声のせいでどうしても前作のイメージが頭から消せないという、完成度の高い前作、と完成度がお世辞にも高いとは言えない今作、の、したくもない対比を見せつけられるという地獄。強いて言うなら、普段しない演技をさせられて、ものすごくパクさんが頑張っているのを同情しながら見進める。そんな楽しみはあるかもしれない。あ、主役の中山雅生さんは声優初めてなのに普通にうまいよ。一応弁明しておくと、グレンの月の方はカタルシスがないだけで、話の出来は普通。あとメインキャラが好きになれるかどうかって感じ。ウプ主はあんまキャラも好きになれなかったからね。あ、金時は可愛い。グレンの月から入った新規さんは楽しめてるっぽいので、とりあえず見る順番は間違えないでください。自己責任でどうぞ。刻印からグレンの順で見たレイムさんからの教訓だぞ。なんか話が下ってきたからまとめに入ろう。今回の推しポイントをオープン。キャラよし、話よし、作画よしの満点総合力。目が離せない圧倒的戦闘シーン。邪道の脇道を通る王道の物語。とにかくリアルタイムで見ていた人間の感想としては、まさかこんなに完成度の高いものを見せられるとは。という、驚きと熱い興奮、そして感激にまみれた冬でした。芯がある魅力的なキャラたち、雰囲気たっぷりの音楽、それによって紡がれる、人間を愛するとはどういうことかを示す、あまりにも人間らしいがゆえのドラマ。ここには憎しみも、喜びも、怒りも悲しみもあり、しかし何よりも人間の闇を垣間見る彼らがそれに立ち向かう時、だからこそ人間は愛に目覚められると教えてくれるのです。そうしてどんどんキャラと話に引きずり込まれていく。そんな感動こそ、リアルタイムでアニメを追う醍醐味ですが、実際に出会えるかどうかは蓋を開けなければわからない。あの年には様々な良作アニメがありましたが、胸を張って宣言します。炎の刻印、ディバインフレームは、間違いなく最高のアニメであると、どれくらい愛される作品かって、翌年ファンからこんなの届くくらい愛されてます。しかし何より知名度が足らない、次の炎の刻印の良さを知る人間の系譜を作るのは、君だ。それではここまでのお相手は、ゆっくりレ夢ムでした。また次のアニメ推しで会いましょう。バイバイ。思いは、時も星も超える。それに至るは、驚くべき子供たち。